家康と信玄。どうする家康に学ぶ日本史。家康を暗殺しようとした。徳川家康は武田信玄と同盟を結んで今川領を東西から攻撃する密約を交わす。しかし信玄は美少年を忍び込ませて家康を暗殺しようとした。徳川家康と武田信玄のその後を詳しく見ていこう。今川義元の死去を境に武田信玄は今川領内への調略を開始する。遠江の領主の飯尾氏、天野氏、松井氏も家康の調略によって切り崩される。そのため高宗村三国同盟がほころび始める。1565年永禄8年、織田信長は武田信玄と同盟を結んだ。そして信長の養女が信玄の四男勝頼に嫁いだ。築山殿と呼ばれるようになった瀬名の幼なじみ、お田津の方の夫飯尾連達は徳川家康と連絡を取り合った。ところが今川家に忠誠を尽くすお田津の方は夫が家康に内通していることを氏真に知らせてしまうのである。そのため今川氏真は伊能連達を誅殺している。お田津の方は亡き夫に代わり女城主として引間城を守った。家康は信長の仲介によって1568年永禄11年2月に信玄と同盟を結ぶ。家康と信玄は共に今川領を大井川を境に東西から攻めれば崩しやすいと考えたのである。しかし武田陣営では氏真の妹を正室に持つ嫡男の武田義信が信玄の今川攻めに反対する。義信の家臣尾武虎政は信玄の暗殺計画が発覚したために処刑されている。そのため武田義信は廃嫡され、その後に切腹させられたとも病没したとも言われている。1568年永禄11年12月、大井川を境にして信玄は東から、家康は西から一斉に今川領に侵入する。信玄は事前に今川軍の領主たちを調略していたため、武田軍は瞬く間に駿府に迫った。家康はお田津の方が女城主として守る引間城を攻めた。奮戦したが最後にお田津の方は城に火を放ち、十数名の大女と門から打って出て討ち死にしている。今川家に忠誠を尽くしたお田津の方の逸話は現在もさまざまな伝説として語り継がれている。遠江のほとんどの国衆はわずか20日余りで家康に服している。駿河の武田軍も氏真のこもる駿府城を包囲して陥落させた。そのため氏真は遠江の掛川城に逃げ込んで戦いを続けた。家康は掛川城を包囲して激しく攻め立てた。結局氏真は命と引き換えに掛川城を退去して妻の実家である小田原の北条氏のもとへ去った。そのため戦国大名としての今川氏はここに滅亡することになった。遠江を手に入れた家康は
引間城を大改修して浜松城と名を改めて新たな居城としている。この時信玄は忍びを使ってわざと岩田の見附に城を築かれると甲州勢は困るというデマを流している。ところが酒井忠次が信玄の意図を見抜いて天竜川の西の浜松に城を築くことを家康に進言した。もしも家康が天竜川の東の見附に城を築けば、雨が降れば天竜川があふれて織田軍が応援に来れないため家康は自滅する。家康とは同盟関係にありながら信玄はさまざまな手を使って謀略を企んだ。さらに信玄は家康のもとに美少年を忍び込ませて暗殺しようとしている。家康は寝込みを襲われたが、この時は同じく美少年でそばにはべっていた井伊直政が助けに入って寸出のところで命は救われている。家康は信玄との同盟関係を通じて信玄に少しでも気を許せば命がないことを思い知らされるのである。後に狸親父の異名を冠する家康だが、この時に武田信玄からしたたかな謀略と外交戦略を学んだとも言えるのである。なぜなら家康は今川氏真が身を寄せた北条氏康ともちゃっかりと手を結ぶのである。そのため信玄はこの家康の裏切り行為にしてやられたと感心したという。ところが家康にとっては不幸なことに、1571年元亀2年に北条氏康が病没し、北条氏政が後を継ぐ。氏政は信玄に近づき同盟を結ぶのである。そのため今川氏真は小田原を離れ家康を頼った。家康は氏真を手厚く保護している。すると武田信玄は突如として兵を挙げ徳川領内に攻め込んだため、1573年元亀3年に徳川家康は生涯最大の危機と言われた三方ヶ原の合戦を迎えることになるのである。